ブース紹介やってまいりました。あっという間の1年間でしたね。早いですよね。もうこの時期かって、まあちょっといつもとね場所違うところですけどね、まあでもやっぱ RCDC ってなんか特別な空気感がね、そうですよね、ありますよね。僕初めてここの来たんですけど、あ、そうなんだ。あまりの立派さにビビっちゃった。ちょっとね、ラジコンの施設としてはぶち抜けてね、金かかってますよね。飛び抜けてますよね。コースもいっぱいあるし、お客さんもねたくさん入れるし。今回紹介していただけるのは、はい、レイブリーの松崎さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、こっちから行きますか。はい。これね、ついにっていう感じ。多分3年前にも展示してたんですよね。ただ一応もう作り直してあって、ステッカーのデータとかマスキングデータとかそういうのももうできてて、一応商品のサンプルとして作ったものを今展示してますんで、なるほど。一応これでようやく発売ということに。予定としてはだいたい1月2月ぐらいに出るんじゃない？結構全体的にね、ちょっとずつ手が入ってて、まあ、サイズ感も含め、まあ、やっぱ内が出すんで、その走りに対しての部分とか、そういうアプローチもいろいろやってみて、見た目もそうだし、走らせやすさとか、まあ、そういう性能面でもちょっと気使ってちょっと調整してました。こうね、まあ、隣のカローラと並ぶとちょっとちっちゃく見える。まあ、カローラ自体大きいもんね。そうですね。実車が、まあ、だから逆に言うとそのGR86 らしさを出すっていう、まあ、やっぱその、ね、4枚ドアの車とか、そういうのと比べてやっぱちっちゃい車なんで、そのまあ、スポーツカーらしさっていうかね、その締まった感じをちょっと出そうかなっていうこと。カローラこれはもう売ってるやつですけど、実車のレプリカとして、松山選手のカラーで塗ったモデル。一応これベースはロバンペラってラリーのチャンピオンの選手が乗ってた車をまあ作ったっていうところだったんですけど、一応クスコさんでどっちも作ってて、その外装パーツが全部一緒なんで、こうやって色を変えると他の選手が使ってた車のレプリカバッチリ作れるんで、結構クイック動き、クイックなんですけど、やっぱりそのケツの収まりがいいからこそ次の動きにもすぐ移れるみたいな、やっぱその安定感もあり、まあ、フロントの効きも良くてみたいな、結構ね走りがいいってことで使ってくださってるお客さんいっぱい。うちもちょっとカラーバリエーションを増やす方向で、まあと言っても3色ですけど、既存の商品このロボックスにまあ一応色を増やしたのと、ここにはないですけどモーターも紫赤作りました。特に仕様は変わってません。今までのと色が本当に違うだけっていうことなんですけど、これに合わせてうちもそういうキットがっていう感じですかね。なるほど。一応それは言っちゃっても大丈夫。まあまあ決まってはいないんですけど、まあ一応そういう方向性でいこうっていう、まあそれがまあ継続して売られるキットなのか、それともその何かのアニバーサリーなのか、ちょっとそういうのも含めてまだ決まってはいないんですけど、この3色はねファンがすごい多い色なので、いいんじゃないかなっていう。個人的にも紫好きなんで。赤じゃないんだ。僕はね紫。それはまあ昔のツーリングカーとか、20年以上前のスポンサーのメーカーがやっぱ紫で、そのイメージが結構強いってよく言われます。もう個人的にも紫好きなんで、紫でうまくまとめたいなっていう。これも色違いのブレーブ3色、これ結構売れてますよね。正直初回はそんなにがっつりオーダーいただいたっていうわけではないんですけど、やっぱそこからの伸びが結構良くて、やっぱり値段が張るんで、ちょっと様子見られてた方すごい多いかなと思います。ただ口コミとか仲間のね、その評価とか、まあそういうのでちょっとずつ広まってって、今はその複数台所有されている方にもまあおかわりいただいたりとか、そんな感じでちょっとずつ、広まってるかな。意外とね奇抜なセッティングしないと思ってるんです。まあ当然お客さんの面倒見なきゃいけないところもあるんですけど、それ以上にそのなんかちょっと特殊なセッティングっていうよりは本当にその使いやすいものこそ戦いやすいっていう部分もあるんで、まあ極力その扱いやすい設定でやってます。なんで多分僕らの車を、なんか機会があってこう試乗させてあげられたりとかすると、まあ結構癖ないんですね。意外と普通の車でやってるんですねってよく言われます。でこれはまあ参考出品なのでいつになるかちょっと分かんない。出るはずです、一応その方向でもう全部メカもこうやって揃ってますので、つい数日前に販売になりました、RSS プロ
はい、これは名前はね RSST のプロなんですけど、はい、中身としてはまあ結構違うんですよ。ソフトウェアとかその、セッティング項目なんかの名称とかね、その数値的にはそんなに RSST の延長みたいな感じなんですけど、はい、もう中身が全然違うので、走行特性もやっぱり全然違う。ただその RSST の良かった部分っていうのはうまく引き継いで、なんだろう、箱出しの状態でもある程度迷わずにこうちゃんと使えるとか、ある程度選択肢も絞った上でセッティング項目用意させていただいたりとか、そういう感じで使ってもよくて、まあそこからいじっていくにも、できるだけこう迷路に迷わないように、そういう感じで。こちらですね。はい。サコッシュ。これもう売ってるやつなんだよね。これね、結構なんか使い勝手いいって聞きます。まあ財布とかね、携帯とか。今スマホもでかくなりましたからね。そうですね。これなると便利ですよね。次セットアップボードですよね。これカーボンじゃないですか。これね、フォージドカーボンって言って。なんかちょっと特殊な材料みたいです。ただちょっとこう柄が特殊な作り方をしてるらしいです。ただ、なんかこう柄がちょっとおしゃれだったんでこれいいんじゃねえですか。これ重い軽い？まあそんな重くもないかな。ないね。厚みはまあまああるんでしっかり平らになってるんですけど。はい。これかっこいいね。ありがとうございます。これいいと思います。でよくある3段のラジコンバッグの背中に入るサイズで。やってるんで、まあ持ち運びも楽かなと。でね、こちらこれね、なんか外側がザクザクしてて、実は実車でこういう形のがあって、まあ二輪とかではね結構ポピュラーなやつらしいんですけど、まあ最近フォーミュラ D とか活躍されてる方とか、あとはデーブ D がスポンサーしてる高橋和美選手の BMW、あれもこのなんか形のブレーキがついてて、まあそれでまあ高弘とかからも要望があってこれ作ってよっつって、まあ軽いと思います。なるほど。で次にこちら、エアーも。はい。これはもう最終サンプルといった感じで。なるほど。じゃあこれいつ頃？ほぼ決定。まあ2ヶ月以内には出るはずです。なるほど。ほぼそうですね。まあ光選手とかが今回使っている車のスペックがまあこういった感じで、なるほど。カーボンダブルデッキとまあアルミナックルとか、ジュラコン足回りとか、まあそういうのを固めた仕様ということで。はい。まあそんな感じですね。そんな感じですか。はい。ありがとうございます。ドライバーが待ってるんで行ってあげてください。今年多いんでね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。